どうも皆さんこんにちは。はらぺこグルメ道ひろろです。今回は山口市から知り合いから教えてもらったお店、インスタグラムで調べてみると美味しそうなごちそうがたくさん。これはぜひ撮影させていただこうとお邪魔させていただきました。今回は若き店主さんが切り盛りする和食料理店のご紹介です。道案内は動画の最後にありますので、動画を見て行ってみたいと思った方はぜひ最後までご視聴くださいね。今回のお店はこちら、ごちそう処きよしさん。料理人の職に就いた時からお店を出すことを目標にしていた店主さん。ご両親にその姿を見せたくて頑張っていたところ、昨年にお父様が亡くなってしまい、母親には絶対に出店する姿を見せたいと2025年1月にお店をオープン。揚げたての天ぷらや新鮮なお刺身など美味しいメニューが食べられるお店。駐車場はお店の前に3台とお店の向かい側のこちらの駐車場の4番となっています。表の道からお店までの入り口がちょっと分かりにくく、こちらのガソリンスタンドのすぐ脇の道を進んでいくとお店にたどり着けますよ。ヒロローは最初は間違ってガソリンスタンドに入っていくのかと慌ててしまい、ぐるぐると周りの道路を一周してしまいました。インスタグラムで見た料理の数々、とても美味しそうだったので今から楽しみです。それでは行ってみましょう。僕の人生のモットーが、楽しく面白くということでやってますんで、料理も全く同じように今回食べていただいたひつまぶし、豚角煮のひつまぶしですね、もういろんな食べ方がございまして、なんでそこでも面白く食べていただきたいなということで、他のメニューにも3種の唐揚げ御膳だったりですね、他にないものを出してますんで、ぜひ皆様召し上がっていただけたらと思います。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。店内はカウンター席6席、4人掛けのテーブル席が3席、4人掛けのお座敷席も1席あります。綺麗に清掃されており、とても清潔感がありますね。今回はお店のおすすめメニューをご紹介します。そのおすすめメニューがこちら、ごちそう御膳。見るからにサクサクそうな天ぷら、脂の乗っていそうなお刺身。天ぷらにお刺身と和食で食べたい品目をたっぷり楽しめつつ、ローストビーフやお味噌汁、お豆腐に茶碗蒸しなどもついた豪華かつ欲しいものが全部揃った嬉しい御膳。どれも美味しそうで早く食べたいですね。それではいただきます。まずは美味しそうな天ぷらから。うまい。予想通りのサクサク感、そして人参の甘さが美味しい天ぷらです。天ぷらのネタの内容は季節によって変わります。割烹料理店で修行してきた店主さんが揚げる天ぷらはその修行の成果を生かし、全てサクサク、素材の味を引き出し、この一品だけでも満足感のある天ぷらに仕上がっています。天ぷらの次はこちらのお刺身。しっかり脂が乗っているようでツヤツヤしていますね。お刺身うまい。魚はこっとい、愛を豊富の市場からその日によって仕入れ先を変えているそうで、いい魚を最適な仕入れをされているようです。こちらも美味しくて天ぷらと合わせてご飯が足らなくなりそうです。お次はこちらのローストビーフ。こちらも美味しいですね。3切れしかないのが悔しい美味しさのローストビーフ。美味しいのでこれもご飯が進んでしまいます。使用しているのは国産牛のもも肉。塩、ブラックペッパーを周りにまとわせ2時間ほど真空低温調理。その後表面に焼き目をつけてホイルで包んで1時間寝かして完成。御膳を構成するメイン3種類はお肉、お魚、野菜と味と食べ応えのバランスが良く、きちんと満足感を得られるような量を提供してくれています。また提供する品については全て手作り、一切の妥協をせず手作りすることにこだわっていらっしゃいます。
おかげでこの一膳でお店の魅力をちゃんと体感できるメニューになっていますね。ですが一品紹介するだけではお店のことがよくわからないという方も多いと思うので、今回はもう一品ご紹介します。それがこちらの豚角煮ひつまぶし御膳。おひつの中にはたっぷりの角煮、つやつやとした照りが出てとても美味しそう。真ん中の温泉卵を絡ませた時の美味しさにも期待してしまいます。ひつまぶしということで角煮をいろんな味で楽しめるように3種類の薬味が一緒に提供されています。ひつまぶしなのでお茶漬け用のだしもついてきていますね。それではまず角煮を一口いただきましょう。これはうまいですね。豚バラのブロックを適度な大きさにカットして旨味を逃がさないように周りに焼き目をつけて柔らかくなるまで茹でること3時間。その後水から打ち上げて半日ほど冷まし、できた豚肉を切り分けて醤油と砂糖で味付けしただしで煮て完成。しっかりと味が染み込んだ角煮、甘めのタレの味がご飯に合いそうです。それではおひつからご飯と角煮をよそってミニ角煮丼を作りましょう。それを薬味をつけながらいただきましょう。まずはからし。豚肉に合わせる薬味としてはスタンダードなからし。シンプルにツンとした辛みと風味が角煮の味を際立たせてくれます。角煮の薬味としては王道ですね。次に唐辛子。これはピリッとした辛みが食欲を刺激してくれます。甘めの角煮に対して対極の辛さがアクセントになりますね。最後に山椒。豚に山椒というのは初めての組み合わせでしたが、山椒の香りが意外と角煮にマッチしてバクバクと食べ進められますね。山椒はひつまぶしの王道ですが豚角煮にも合うんですね。そしていよいよミニ角煮丼に温泉卵をオン。卵黄を崩してたっぷり絡めていただけば濃厚な黄身の味が角煮の味と合わさって一気にかき込みたくなる美味しさに進化しますよ。そして最後はだしをかけてだし茶漬けに。角煮の脂がだしに広がってめっちゃうまい。豚は脂が多いのでそれを最後まですっきりとした状態で食べてもらいたいと飽きが来ないように考案したメニュー。確かに甘めの濃い味付けの豚角煮を終始最後まで楽しく食べられるいいメニューに仕上がっていますね。お店の魅力あふれるメニュー堪能させていただきました。今回も大満足です。ごちそうさまでした。今回は山口市のごちそう処きよしさんのご紹介でした。店主さんの技術が詰まった手作りメニューはいかがでしたか？ごちそう御膳は和食で食べたいものがまんべんなく食べられるお得なメニュー。天ぷらはサクサクで美味しく仕上げ、お刺身も目利きについては申し分なし。複数あるメニューの中から何を食べようか迷った時はごちそう御膳を注文すれば間違いないと思います。豚角煮ひつまぶし御膳も手の込んだ美味しいメニューでした。豚角煮をひつまぶしに落とし込み、最初から最後まで角煮の美味しさを堪能しつつも薬味やだしですっきりと食べられるように配慮したいいメニューでした。今回の評価はこんな感じ。店内は綺麗に掃除されており、とても綺麗で清潔感のある印象でした。提供されているメニューは全て手作りということで手間暇をかけてお客様に美味しいものを提供しようとしているのがメニューを通して伝わってくるようでした。だからこその美味しさと満足感なんでしょうね。それでは道案内です。今回は宇部方面から向かうルートでご紹介します。山口宇部道路をまっすぐ進んで大都市駅前の交差点を左折。しばらくまっすぐ進みこちらを左折。少し進めば左手にお店がありますよ。駐車場はお店の前に3台とお店の向かい側のこちらの駐車場の4番となっています。表の道からお店までの入り口がちょっと分かりにくく、こちらのガソリンスタンドのすぐ脇の道を進んでいくとお店にたどり着けますよ。ヒロローは最初は間違ってガソリンスタンドに入っていくのかと慌ててしまい、ぐるぐると周りの道路を一周してしまいました。
それでは皆さんも店主自慢の和食メニューをぜひ食べてみてくださいね。はらぺこグルメ道では山口県の飲食店を応援したいという思いをもとに日々動画を作成しています。これからも皆さんに注目すべきいろいろなお店をご紹介していきますので、今後どんなお店が紹介されるのか気になる方はぜひこの機会にチャンネル登録ボタンをポチッと押し、通知をオンにしておくことをお勧めします。それでは今回の動画はここまで。また次回お会いしましょう。またねー。